revanş qilishyotammi balkim bu yaxshilardan keldi yaxshi bo'ldi a tak yaxshi turib o'yin ishlaydi men dedim おはようございます。いやまあいつも通りどんな試合を倒すか倒されるかですよ。本日行われた公式計量でメヘウラ選手規定体重66キロを2キロ超過しました。何キロオーバーでももう関係ないですよ。明日は楽しみにしておってください。パッチミックスのスパーリングパートナーがライジン初参戦。アバイジャ・カレオ・メヘウラ、打撃のスペシャリストが日本の萩原恭平と打ち合います。I try my best, but still I have a job to do, so I apologize to this promotion for that. しっかりこのフィニッシュしてもっと強い世界のやつらと戦えるっていうのを今日で証明したいです。反逆のスモーカー萩原恭平、2026年ライジンウィジンは福岡ランドマーク13。体重オーバーがメヘウラにありました。メヘウラの勝ちはありません。萩原恭平の勝ちのみが公式記録ということになります。俺とやりたいんだったらこのぐらいの相手簡単に倒さないと話にならないですよね。さあ試合が始まります。これぐらいの外国人は簡単に乗さないといけない、そんな宿命を背負っての萩原恭平。強烈なカーフ萩原恭平。His calf kick hurts. Maybe 3 good ones. I'm okay now, but I'll tell you what, I'll feel that in an hour. インドを払って今度はハイキック伸ばしてきた。打撃での立ち上がりになりましたが、近距離で戦った方がいいと思うんですけど、やっぱ相手の方が近づいてきてるんで、そうですね、意外に結構近い距離でやり合ってますよね。いいですね。蹴って蹴りから入ってきて、ワンツー左のフック、ワンツースリーと持ってきました萩原恭平。右のフックから右の膝、胸元ボディへの膝がメヘウラ、そして肘です。萩原の首相撲の対処が悪すぎたっていうのは自分の想定外かな。ネッククリンチを解除しなきゃいけないのを解除しないで手を下に下げてボディを守るような形になってたんで、そのまま肘もらって膝もらってってなってしまったんですよね。見せました萩原恭平。右のフック、トライブ東京 MMA ではこの MMA の練習を2年間続けてきました。肘がうまい。肘のうまさがありますか。膝もいいですね。Instead of just like a loose kickboxing kind of clinch, the Thai style is a little bit more totally different. So I say I developed a pretty good clinch game. ちょっと萩原選手は組相撲対応できてないですね。やっぱ萩原もテイクとか取ったらいいと思うんですけどね。そうですね、そうですね、見たいですよね。ここテイク取りに行った方がいいと思うんですけど、なんか首相撲の対応が全然できてない。そうなんですよね。膝を食らった。止まった。試合終了。萩原恭平、試合を落としましたが、ただ切れちゃったんですね。勝利はノーコンテストですので、公式記録はノーコンテストになりますが、右の眉のあたりをカットしました。大きく割れているのが見えました。萩原恭平、相性が悪い相手だったかもしれないですね。やっぱテイクダウンとか取れればもっとあんだけ膝とか肘とかこう出させなかったと思うんですけど、やっぱテイクの圧力がないままずっとこうこらえてただけなんで、近距離の組み際の打撃があっちの方が上手だったなと。弱すぎました。
軽量をオーバーしたということに関して思うところありますか？もうそんなのもう関係ないと思ってるんで、もう乾杯ですね、自分の。ちょっとまたがっかりさせてしまったのは申し訳ないなと思って、ちょっとゆっくりいろいろ考えてまた動き出そうと思ってます。I'm happy for the performance. Obviously, I'm not happy for the professionalism, me working my best to make weight. I missed the 3 pounds, and that I'm truly I'm happy he still took the fight. It's kind of an up and down feeling because yeah, I'm happy I won, but it's not really professional in a way because I didn't make the weight and stuff. So. 地元から近いんでいっぱい来るんでビシッと一本勝ちして歓声浴びたいですね。はい。町工場のグラップラー真島和正はサラリーマンとして家族を守りながら格闘家としての夢を叶えてみせます。頑張れ。アイリスチョーカージェームズ・ギャラガー、ベラトールでは世界ランク上位に名を連ねるとともに相手を煽るトラッシュトーカーとしても存在感を示していました。福岡ではユニファイドルールで制約を受けていた部分を解放し、自分のテクニックをフル稼働して戦います。グラップラー対決、首の刈り合いがこの後行われます。丁寧に丁寧にいきたいのが真島、そうですね。派手に一発で決める、それがジェームズ・ギャラガー。お互い組が得意だからこそ、さあここでタックルに行った。さあしかしチョークも回している、ギロチンも回しているが、これはちょっと深さはどうか。はい、ギロチンチョーク、首をぐーっと今ちょっと嫌です抜こうね。というところですが、ないかも。真島選手の右手使ってないんで、右手も使ってディフェンスしたいですね。あ、でも抜けましたね。抜けました。ここからはマリンメス福岡が大きな歓声で。Very close. Both of them were done. They were on. タックルに合わせてギロチンは来るだろうなと思ってたんで、ちょっとずらして相手に疲れさせて、その通りやれたかなと思います。いいですよね、ギャラガー選手は。さあ左右の肘、また肘を落としていく、左右の肘。で肘はその時とっさに思いついたっていうか、パスしてマウントバックで決めるっていうのを目標にして流れでやっただけです。ギャラが柔術でもヨーロッパ王者まで上り詰めました。さあ組んでシングルレッグからギロチンはここの深さはどうか。いやけど結構入ってますね。ちょっとこれはもう抜けた。ここで抜けました。そのギャラガーを完全にあっさりと取りましたね、ギャラガー相手に。恐ろしいですね。またさあバックを向くか、あれですね、安定感が。Then positions that I get people in, even when I'm on bottom and they're on top of me, collapsing my hips, I'm able to move, I'm able to get up. And tonight I was stuck between a rock and a hard place. And ギャラガー選手の柔術と真島選手の柔術が違う。パンチを落として、さあ締めていくか、肩を決めていく、組んでいきましたね。入りました。あれはもう5万回ぐらいやってるんで考えなくてもできるです。息がぜいぜい言ってたんで、もう決まるかなと。さあ胸のあたりの動き、まだ力が落ちている真島完勝。世界アイルランドから来ましたアイリスチョーカージェームス・ギャラガーを落としました。いやー完勝ですね。もうライジンフェザー級やっぱ組んだらトップじゃないですか。
格闘技始めて自分もずっと地元の山口で I give this sport everything I got. I fought my heart out, and unfortunately it just wasn't good enough. I had a very good opponent. He was very, very good. He's a phenomenal grappler. He's one of the best grapplers I've ever come across, so he is. And 福岡で試合ということで、隣の山口県、僕の地元からいっぱい仲間が来てくれてます。すごい強豪に勝てたってことを、こういう声援があってからです。ありがとうございました。目標金原さんって言ってるんで、それぐらいまでは努力しようと思ってます。まだ応援をお願いします。いや、楽しかった。パパかっこよかった。ベラトル6位でこういう勝ち方だったんですけど、地元の仲間とか練習仲間に感謝して、一人だったらもうとっくにやめてたと思うんで、本当に感謝しかないです。今日社長が来てるんで負けれなかったですねじゃあ火曜日からもう仕事を？いや、火曜日まで休ませてもらってます。はい、子供遊びます。当日迎えて、いかがですか、今の心境は？しっかりフィニッシュしなきゃなって思ってます。やっぱ武器は増やしてきたんで、そこをしっかり見せられたらなって。ディープフライ級王座を獲得したのが18歳です。まさに神童とは彼のことでした。しかしこの2年間は日本の先人たちの壁に跳ね返され続けたラフダイヤモンド。意地もプライドも捨てて勝つために負けた相手に教えを請うた新竜。2026年は壁をぶち破るブレイクスルーイヤーです。南アフリカ共和国よりエンカジムーロズールー。堀内恭司の王座戦、変則的な打撃で堀口をぐらつかせる場面を作る野生のストライカー。最速最軽量ライジンフライ級の戦いも日本対世界。さあ第1ラウンドが始まりました。ともに右足前の構えです。ご覧のように見て一目瞭然、身長差、リーチ差が大きな差があります。扇久保選手、戦いどんなところポイントになるでしょうか？ズールの長いリーチの打撃と、あと新竜がどのタイミングで組みに行くのか、そこちょっと注目したいなと思ってます。For this fight, it's just gonna be anti-wrestling striking a lot. Anti-wrestling. 打撃も付き合いつつ組んで倒して決めるって思ってました。キャッチして、さあそのままシングルレッグ倒しきるか。まだ体起きています。反射的にいけると思って組みましたね。これ今新竜選手すごいいいポジションですね。ハーフガードから削ってかなりいいポジションだと思います。そうですか。右の手にプレッシャーかけながら、アームロックプレッシャーかけながら足を抜いてサイドポジションに。肘、さあアームロックの体勢だ。手足長いからこそアームロック入ったわけですね。そこはやっぱ余ってる分引っ掛けやすいんで。あとクラッチになるんで、もうさあこれさあ決まる、ほぼ決まるアームロック。表情が浮かぶ久保の表情ズール。さああとは絞り上げる。折れますね。折れるんで止めてもいい。肘、縦に悲鳴を上げる。見ていい。誠見ていい。入ったよ。うわこれは素晴らしい。新竜誠、2026年完璧なる一本勝ちでのスタートを切りました。予想通りというか、1ラウンドで決めるかなと思ってたんですけど、肩が出てるから打球下ですかね。折れるよと思ったんですけど、最後ミリミリって言っちゃったんです。すごいタフな選手だと思うんですね。これ、あ、これですね。
こんにちは、新入誠です。僕が言いたいのは、チャンピオンどこいんだよ。俺とやるしかないでしょ。どうタイトルマッチ。誠、お前 ATT の便所掃除やってんのか。お前しつけえなお前。俺の父親バカにしやがったな。絶対許さねえからぶっ飛ばしてやる。6月ボコボコにしてやっから。最高じゃねえか、やってみろよ。やめてんじゃねちょっとまだ因縁は続いてます。いや、僕はあいつのこと大嫌いなんでボコボコにしてやりますよ。ずっとイライラしたんで、ずっと呼び捨てで呼び上がったんやろう。だから次こそボコボコにしたいなと思ってます。はい。Thank you. Congrats. To win. Yeah. We train together. Together win. Yeah. Thank you. Congrats, man. Awesome. Flawless performance. 3 win. Let's go. ATT all win. ATT all win. Natasha, you and me. Let's go. Amazing. この後のプランちょっとチームで話し合いたいなと思って、やっぱそのアメリカ行くと時差とかで最初の1週間2週間調子悪いんですよ。期間短いからこそ慎重にやりたいなって思ってます。あの時とは違うんで、全部違うんで、全てで上回ってフィニッシュしたいですね。はっきりするように。あと1ヶ月半かチャンピオン生活楽しんでくださいっていう感じですね。やめてんじゃね6月仙台大会骨肉の争い再び。チャンピオンベルトとともに帰還。喧嘩で使えない空手は偽物であると標榜してきた男。 K1 ワールドグランプリ2階級制覇の現スーパーライト級王者朝久太陽。ティンパヤク浜ジム。ムエタイの殿堂ラジダルダンスタジアムの上位ランカーに名を連ねるところまで行きました。お互いに相手をぶっ倒そうと考えているこのケージです。この戦いはキックボクシングで行われます。さあまずは第1ラウンドになります。インドを放っていきました。サウスポースタイルの審判役に対してオーソドックススタイルの赤いリストから朝日太陽であります。向き合ってみるとこう技巧派な選手でしたね。距離設定というかうまく合わせてきてた感じがあった。さて高坂さん、K1 王者の登場になりましたね。そうですよね。いや本当でもその肩書き以上にこの朝久選手のこのファイトスタイルですよね。どつき合い上等の。しかしショートで右を出していきます。審判役バックブローです。相手が蹴りに対しての反応が抜群に良かったので、蹴りますよ蹴りますよってその蹴り感を出しまくってパンチを狙えて、朝久太陽現スーパーライト級王者 K のチャンピオンです。そして左のローキックから右ボディだ。ロー蹴るふりしてボディ引くみたいな、ちょっとだから彼は多分ローが来ると思ったから多分全然違う蹴りのディフェンスをしてたんじゃないかなと思います。いい、はい、例でできないから、はい。コメントありがとう。あ、負ける。ありがとう。やったぞ、全部。
ありがとう。また朝日さんのキックボクシングが見たいなって思ってくれる人がいたタイミングでやれたらと思いますし、 K1 のチャンピオンとしてずっと勝ち続けていきたいなと思ってます。ライジンは3戦全勝になりました。左のハイキック、右のオーバーハンド、組んできた、テイクダウン、落ちたか、いやこれ止めた方がいい、止めた方がいい、ここで止めた。Atak bu kubu men biroq aldingi betda ishlab ketishganda men ishni qishda kelibdi. Kelganda ayoy grip, qattiq grip bo'lganda urib yo'lda samolyotda kelayotganda вообще juda qattiq temperatura bo'lib grip bo'lganimda o'sha sebepdan birazレスリングにレスリングで対抗しても、組に関してはもうムエタイもその使える技術なんで、僕ももともと長くムエタイやってる選手なんで、そこですね。必殺技、用意してきたみたいなことあったと思うんですけど。そうですね。まあ賞賛はありますよ。はい。Sekretni priyomdorni ko'rildi. Atak men inshaalloh sekretni priyomdorga mendagi andan boshqa sekretniroq priyomdor nima deb. 1年4ヶ月前、それは公開処刑を見せられているようでした。久保優太が顔面に食らったパンチ、鉄槌、肘打ちは70発を超え、鼻の骨は折れました。これはどうひいき目に見ても無謀なる挑戦、それとも猛虎襲来、現行の舞台ここ博多に神風が吹くとでも言うのか。久保優太、ライジンフェザー級戦国時代を終わらせたのは中央アジアキルギス共和国の若き破壊神。幻想は未だ幻想を保ったまま3度目の防衛戦を迎えます。キルギスで翼を広げ、目指すは黄金の国ジパング。限界灘を渡り、ついにここマリンメッセ福岡の金網に飛来しました。さあいよいよ無敵の王者ラジャバリ・シェイドロエフ、3度目の防衛戦。対戦相手は2024年大晦日ボコボコにした相手久保優太。中央を取ります。まずは距離を取る、蹴りをフェイント見せながらすでに圧をつけてかけています。左ミドルキック、秋元選手この圧力ですよね。圧力強いですね、まあけどいい距離ですね、久保優太選手も。そうですか。はい、まあ、僕の距離感でしたね。前回のやっぱタックルとパンチの2択でテイクダウンとストレートもらっちゃったんですけど、今回そのこっち側に距離を取ることによって右ストレートはもらわないっていう、タックルももらわないっていう遠い距離を取る作戦でした。いやこの距離をキープしつつ蹴って何が来るのか。Taktikasini men komandamni ishlab izlab chiqqanmiz. Men o'ylaganman o'sha o'ng putim mening lowとかboshqa terish。詰め出したかな。小坂さんどうですか。そうですね、ちょっと詰め出したんで、いつもだったらシェドラ右振って組みに来るパターン。はい、左のインローでした。インロー。やっぱ反応できてなかったんで、もうちょっとなんかプレッシャー強まる前にもっと効かせるべきでしたね。Walking tepdi biroq manga bunday kichkina sezildi, biroq hali o'zining puti oyoq qattiq urib qoldi. してないと思うんですよ。まだ腕を狙って下か上っての。さあ変則に走り込んで右振り下ろしました。そうそう、右の王者。そうですね、今のところ、まあ、多分シェーダール選手取った、左のボディ、ちょっとここ押し返した。でもハイキックこの位置で。ちなみに秘策ちょっと教えていただいてもいいですか。まあ展開は言えないですけど肘です。はい、肘がキーだったんですね。
試合後、これ試合後なんですね、その肘だったりとか膝とか、そういう久保田選手の右側の外取ってるんで、逆に左ストレートとか入りそうですけどね。なるほど。来たら天下を行くぞ、来たら天下を行くぞ。中入ってるんですよね、久保選手は。ワンツー、前詰めた、近い場合膝、前詰めた、近い場合膝。天下はやっぱりカウンターが早い作戦で、ただ、手応えはあったんですけど。Tepti ayrılmadıydı. Birok öttü mü biraz öttü bir ötümle katı diye nokta. 前詰めた、近い場合膝、入ったか、いやしやそのままねじ込んでいく、押し込んでいく、自陣コーナーに。これは1個ね、近いところでの短いパンチが。鼻だったかな、どうだ。対応はしてますよね、今のバックも。これだこれだ、当たりました。やっぱコントロールが甘かったですね。後ろ手使って引っこ抜かれそうになって正対します。完全に左腕殺されながらディフェンスできない手前側。バンド耐えとこうかなと思ったんですけど。また強いバウンドパンチ。これもそうだ、動きが止まると危ない。Nagı biraz to'xtatmay turganda Dakansa urmoqmi? 前回の朝倉未来戦の再現なのか。Qayra aldığınkiday bayınsa ketmekda. いやしかしここももらう。ないですね。もう伸ばされ。そしてチョークも狙っている。鉄入れながらパンチを入れながら。ちょっと動けないか。一辺とレフリーが止めた。またもや次元が違う。無敵のシェイドライフ。神話は続きます。1ラウンドで終わらせました。ファーストアタック倒してからそのまま決めきったシェイドライフ。いや、試合した感じがしないな。悔しいですね。もっと2ラウンドでここからいける感じだったんですけどね。もっとここにされれば諦めもつくのになっていう。完全燃焼みたいな。日本だとあと30発を耐えられた。悔しいな。いやー、本当これにかけてたんですけど、悔しいって思うってことはまだ心が折れてない。本当にのどこかでどうかなと思ってましたよね。Bolboyli, Cengiz Boldu, Dakshidaydan keldik, Dakshi birinchi raundda jengishga jetdi. Ularning bunday Rise'ni Holloway oltin salmoqda teng turib jangga chiqdi. Opponent qalbadi, men tayyormi bo'lsa, UFC'ning bo'lmasa Fed'ning chempioni Betashkanga. UFC chempioni Volkanovskining難しいこと言われてちょっとぼーっとしてました。強かったですね。相変わらず本当に怪物ぶりを目の前で見せられました。今やったら、無理っていうのは、感じるんですけど、あと何ヶ月かあれば自分のその成長速度に自信がある。20歳で大晦日で倒したらかっこいいですよね。そうですね。今バケモンを皆さん見たと思うんですけど、僕もバケモンなんでぜひ期待しててください。お願いします。素晴らしい。eşitlik ediyor oydu. Жақсы işti, жақсы қимылдайды. Аға беремін десе, мысалы организация ошону берем десе, мен анымен деле чыгып берем. Ооба быйылкы жылы биринчи зачет кылдык. Эми буюрса мен даярмын. Буюрса ошо организация канча эрте мага бой берсе, мен буюрса отказ жок, даяр болуп. 5月10日神戸ライジン53ライト級タイトルマッチ。絶対王者と言われたサトシを膝蹴り一戦、新王者ノジモ。初参戦から8年、
必殺仕事人夢の王座へ。 Думаю, мы покажем очень красивый, зрелищный бой в ударке, где я нокаутирую его. 王者イリホム・ノジモフ、挑戦者ルイス・グスタボ。なにわのスーパースター、誰でもいいです。緊急参戦、平本蓮。平本蓮 VS コージ。おしゃべりすぎる銀メダリスト、1年ぶりの復活。存在感のある選手いない。僕が頑張んない金太郎がまさかり担いで殴り倒す。とオリンピック銀メダルどんなもんなんかな。余裕ぶっこいてたら知らんぞ。太田忍 VS 金太郎。ヤバい兄さん梅野、幕維持は摂津のベテラン決め師に通じるか。ブレイキングダウンの金獅子か、 K1 のヤングウルフか。一撃秒殺スラッガー高木亮、中国の火の玉ボーイとバチバチの殴り合い。俺はトップにいるんだぞっていうのを証明したい。影の実力者、ついにライジン初登場。松島小読 VS ライアン・カファロ。ライト級生き残りをかけたストライカー対決、ヤンボー VS 宇佐美。ブラックローズの勤労か、なにわのワンパン男か。不屈の睡蓮、地元神戸でもう一度咲くケイト VS ケイティ・ペレス。G ライオンアリーナ神戸。